昨日ですね、同じ時間アフタヌーンの時間担当していまして、深夜2時からのサウジアラビアグランプリが楽しみというふうに言ってたんですけども、結局リアルタイムで見ましたすごいですよね。夜帰って、ご飯食べてお風呂も入った瞬間もこうやって寝ました一旦寝て1時52分くらいにアラームをかけて頑張ってベッドから這い出ました眠いと思いながらね這い出たんですよ。それで見ました。見たんかーいってきてる。見ました。やっぱなんか気になるのでね、見たいですよね。って言われてる。見ました。でも見てる間、でも最初になんかもうこの寝ぼけながらとにかくテレビの前座ったら、今日は、一人で走るピエール・ガスリーって言われて、と思って、角田選手どうしたのと思って一気に目が覚めました。走れないのと思いながら、そしたらもうピッピッピップーンって始まって、みたいな目ばっちりさえました。そしたらいやその後もね結構眠いタイミングが来たんですよ。なんかこの間バーレーンで見た順位と同じになってきたなと思いながら、一回寝ようかなとかも思ったんですけども、あれよとねやっぱり展開変わって結局見ちゃいましたね。でもその後もね見終わったらすぐ寝たので、結局ねトータルで寝てる時間はいつもと大して変わらなくなりましたので全然大丈夫です。結果もね気になると思います。出た涙ぐましい努力。いや本当なんですよ。本当もうすっごい眠い中出たんですけども、そこからね瞬間的に目が覚めました。気になるね結果の方もあると思うんですけども、見てない方もいらっしゃるかと思うのでね、ぜひこの番組で多分この後結果バレると思いますので今調べるとかね見ておいていただけると嬉しいです。さあ先ほどですねコメントで結果知らないので教えてほしいという方いらっしゃいましたけども、いいんですね。もうここからは結果どんどん言っていきますので、もし知らなくてまだ知りたくないよという方はそっと閉じてください。そして3分後5分後くらいにですね戻っていただければと思います。サウジアラビアグランプリが昨日深夜2時から開催されて見たんですけども、まずポールポジション一番先頭にいたのがレッドブルのペレスということで、その後に、フェラーリ2台が続いていたんですね。で4番目がフェルスタッペンということで、やっぱりねフェルスタッペンじゃなくてレッドブルとフェラーリの戦いということになっていたんですけども、そうです、第2戦サウジアラビアグランプリ決勝の振り返りとなります。まずねこのポールポジションから抜かれるかどうか、私はね昨日番組でもちらっと言ったんですけども、この初速スピードでフェラーリに抜かされちゃうんじゃないかなっていうのも思ったんですけども、見事ですねとてもいい快調な滑り出しをしたペレスがですねポールポジション、先頭を守ったということで、おーと思って守ってると思ったんですけども、フェルスタッペン4番グリッドにいたんですけども、その後ねキュンキュンと2回ですね曲がるタイミングで1個ね前にいたサインズを抜かすということで、レッドブルにのファンにとってはですね非常にいいスタートを切れたかなということなんですよね。でペレス抜群のスタートだったんですけども、タイヤ交換ですよ。タイヤ交換、レースはねただ走ればいいっていうことじゃないんですよね。50周ありますから、その中でね何回かタイヤ交換のタイミングがあるんですけども、これが運命を左右するんですよね。でペレス今回はちょっと運が味方しなかった。ちょっとねタイミングが本当にタイミングなんですよ。タイミングがちょっとねまだまずかったということで、どっちがね入るかっていう感じだったんですよね。一番先頭のペレスが入るのか、次に2番グリッドのルクレールが入るのかね、ちょっと駆け引きあったんですけども、ペレスが入っていったということで、入ったと思ったんですけども、出てきて次の周でセーフティーカーということで、セーフティーカーが入るとそのタイミングでタイヤ交換するとねロスが少なく済むじゃないですか。だからねペレスせっかくタイヤ交換したのにそれがねちょっとタイミング悪かったということで、あともう1周待てればねいい感じだったんですけどね、先頭もね守れたと思うんですけども、ちょっとね運ですよね。これも本当に運ですよね。セーフティーカーがいつ入るかっていうのはわからないですからね。セーフティーカーのタイミングを待つっていうのも難しいですよね。ハミルトンはねセーフティーカーのタイミングを狙っていましたけども、結局ねピットレーンストップになっちゃって入れない
ないっていうこともありますしね。だから分かんないですよね。そうそう、ペレスが悪いわけじゃないんですよ本当に。だからあれは難しいなって思いますね。まあでもねタイヤ交換とかもありつつ、その後ねやっぱり1位を受け渡してしまいルクレール1位となったんですけども、まあこのままねなんかこれ見た展開だなと思って、バーレーングランプリもこの並びだったなと思って、このまま続くんじゃないかなと思ったんですけども、最後盛り上がりましたねやっぱりって思ったらもう時間がすごいですね3、4分後に戻ってきてくださいって言ったんですけどね、あっという間に時間になってしまいました。最後ね非常に燃える展開となりまして、いやー1位2位争いですね。1位のルクレールに後ろからフェルスタッペンが頑張って抜かないっていう風にねなりまして、よかったですね。よかった。なんだろう、この打倒倒してやるぞっていうよりかは、このすごいいい技術、そして戦略のこのね勝負みたいになっていて、なんか活気がすごくあるなっていう風に思いました。なんかすごくレースらしいレースだったなと思いますね。でもお互いでねこうやって様子見てちょっとなんか並んだ時はちょっと面白かったですけどね、おーっと思ったんですけども、でも私なんかもう最後レッドブル最後のね 1,2 周で前回のバーレーングランプリちょっとねリタイアとなってしまったじゃないですか。またそんな悲劇になったらどうしようと思って最後までねドキドキしていました。どちらが勝っても本当に素晴らしいんですけども、リタイアだけはちょっとね見たくないですよね。こんなに頑張って何周も走ってきたのに突然ねマシンの故障だけは辛いので、何もとにもかくにも走り切れてよかったですし、もうポイントをね何が何でもやっぱ取っていかないといけないので、レッドブルはそう取れてよかったなというふうに思います。結局ねフェルスタッペン最後抜けましたしね、そういう意味でもね非常にいいなんか試合だったなというふうに思います。久しぶりに F1 見たくなったという方ぜひぜひ見てみてください。もう時間も過酷ですし見る手段も過酷なんですけどもぜひね気になった方、今だったら YouTube でハイライトとかもね見られますので、ぜひハイライトだけでもね結構もう十分レース楽しめますので見てみていただけたらなと思います。最後の花火がすごかった花火ね最後いつもパンパンパンって上がりますけども、それぐらいやっぱ盛り上がりますよね。お金のかかるスポーツだっていう風にねよく言われますけども、非常に盛り上がりがねいいなと思います。ナイス解説でしたか。ブラボーということで、じゃあチェッカーフラッグ振っていきましょうかねえ、そうお天気見ていかなくちゃいけないのでね、今日も熱く語らせていただきました。大変ありがとうございました